はい、皆さんこんにちは。ジェイズホビーベースへようこそ。今回は体はちっちゃいけれども稼働は優秀なこちらの隊員をご紹介します。はい、ということで今回ご紹介するのはこちら、ダイアクロン DA53 トライバースボレットコアセットです。イエーイ！こちらの商品は2020年6月30日にタカラトミーモール限定商品として発売されました。皆さんダイアクロンってご存知でしょうか？タカラトミーから展開されている大きさわずか3センチほどのダイアクロン隊員率いるダイアクロン軍と、敵役ワルダロイド率いるワルダー軍によるロボット同士の壮絶な戦いを描いた変形玩具シリーズなんです。今までたくさんの変形ロボット、そしてこの隊員のシリーズが出てきましたが、今回はトライバースシリーズというものに換装できるこのボレットコアの部分ですねの3種類が付属されているセットを購入しましたので、皆さんにご紹介していきたいと思います。これはね、大きさほんと小さいんですけれども、もう塗装、造形、そして稼働と本当にタカラトミーの技術がいっぱい詰まってるんですよね。今回はジェッター、ダッシャー、ディガーのこの3種類に換装できるこのコアのね部分はセットになって入っています。横はこんな感じで3機ありますね。僕はねこのディガーを持っていないので、今回はジェッターとダッシャーの交換になりますけれども、ご了承ください。後ろはこんな感じ。そう、この隊員がね可動域が多くて、このようにコックピットに乗せることができるんですね。横はまた別の変形パターンですね。下、上。はい、ではパッケージを開けていきましょう。カッターを使うときは手を切らないように気をつけてください。ではいきます。ダイアクロン隊員出動！よいしょー。おー、なんか横で入ってるって珍しい首がちょこんと出て、こう3機入ってますね。そして右上にはダイアクロン隊員が3体入っています。あとは説明書とダイアクロン隊員の心得っていうのがね入ってます。結構分厚いですね。これいいですね。はい、先に付属の紙類をご紹介しましょう。まずはこちら、カラーの彩紙はダイアクロントライバースボレットコアセットのコンセプトなどが書いてあります。写真付きでいいですよね。裏は先ほどはごめんなさい、ダイアクロン心得じゃなくてダイアクロン対3つの誓いですね。すいません。1、正しいことには勇気を持って行動しよう。2、平和を愛する優しい心を忘れるな。3、ワルダー軍と戦おう。はい、この3つの誓いを持って戦うんですね。今回この3機が入っています。そして取扱説明書。はい、今回ねすごい分厚いんですよ。大きくてね見やすい。でもはい、このダイアクロンシリーズっていうのはね本当に細かい変形をしますから、これぐらいあっても全然おかしくありません。いつものアンケート。じゃあね、本体をブリスターから取り出してじっくり見ていきましょう。今回はまずは大きさ比較からご覧ください。後ろにはマーベルレジェンドのキャプテンアメリカを置いてみました。どうでしょうか。まさに巨人と小人ぐらいね差がありますよね。でもダイアクロンは先ほど言ったように造形塗装稼働と負けていないんです。それでは一つずつご紹介しましょう。まずはダイアクロンをご存知じゃない方のために、こちらダイアクロン単位を細かく見ていきますね。先ほど見ていただいたように3センチほどしかないんですね。はい。でも可動塗装としっかりしております。
まず造形はヘルメットにシルバー塗装、胸元にもこちらシルバーで塗ってありますね。はい、あとは成型色といったところでしょうか。可動は首はないんですけども、胴体の前後はあります。はい、腕も前後に回って横も少し広がりますね。で、肘関節がちゃんとあるんですね。足回りも股関節は外側に広げられたり、前に足を出したり、後ろに出したりすることができます。膝もちゃんと曲がるので、このように現場に急行して走り込んでいるポーズなんかも取れます。隊員らしく足を揃えての敬礼ポーズ、こんなのも取れますね。そしてこの隊員たちの足の裏にはこのように磁石がついているんです。なのでいつも使っているカッターの上にストンと、はい、このように鉄製のものにくっつけて立たせることができます。反対にしても落ちません。ではそんな隊員たちが登場するボレットコアをご紹介していきますね。まずはトライダッシャー用ボレットコア。はい、見ていきましょう。このようにコックピットと言ったらいいんでしょうか。ね、そこにロボットの頭部がくっついています。これをロボットのボディに差し込むんですね。お顔はこのようになっていて、塗装など細かいところしっかり塗られています。このオレンジ色のクリアパーツ、ここは就光ギミックがありまして、後ろから光を当てるとここがね、その光を受けて、明るくなると。これはトランスフォーマーとかでね、よくありました昔ね。はい、細かな塗装とか本当に抜かりなく作られているんです、このダイアクロン。ではこのコアのコックピットにダイヤクロを乗せてみましょう。乗せる場合はこちら、頭のパネルを開きまして、こちらのコックピットを開きます。本当に小さいんでね、小指を使いますよ。そうするとこのようにコックピットが出てきて、セーフティーバーがありますね。これも小指でないと開かない。セーフティーバーを上げたら、隊員をこのように膝と腕を曲げて座るポーズにさせて中に登場させます。はい、そうしたらセーフティーバーを下ろしましょう。よいしょ。コックピットのパネルを下ろせば、はい、ダイアクロン隊員が中に登場しました。このまま頭部を戻して、はい、ロボットのボディに取り付ければ完成です。後でやってみましょうね。さらにボレットコアの稼働としては、コックピットの部分を後ろから押すことで、はい、このようにせり出すことができます。頭部を前に下ろして、このまま後ろに収納すれば、このような形にすることができます。なのでこのように飛行形態だったりビークル形態だったりのボディにつけることができます。続いてトライジェッター用のボレットコア。はい、カラーリングが青になって先端が飛び出していますね。頭部はこちらダッシャーと同じ造形ですね。塗装は青になっています。周りのコアの造形は若干変わっています。コックピットはこのようになっていて、すでに隊員を登場させている状態になっています。こちらもダッシャーと同じく前にせり出すことで頭部をこのように格納することができます。
先が尖っててジェットっぽいですよね。最後はトライディガー用ボレットコア。こちらは頭部の造形も、そしてボレットコア自体の形状も変わっていますね。はい、特に頭部はシルバー塗装、ガンメタリックの塗装が入っている感じです。サイドの角は赤く塗装が入っています。就航ギミックもこちらついていますね。こちらも隊員を乗せる際は頭部を後ろに倒してコックピットを開きます。隊員を座らせたらセーフティーバーはこちらは前にありますので、これを下ろしてあげて、はい、そのまま閉めましょう。完成です。わかるかな？中にね、ダイアクロン隊員がいるんですけどね。こちらも頭部を収納する際は後ろから前にまずは押して、トライディガーの頭部は上から下に押すとこのように下がります。この状態でクリアランスをきれいにとって頭部を格納することができます。3体の頭部を格納して隊員を乗せるとこんな感じ。ではトライダッシャーにこちらの今回のボレットコアを乾燥させてみましょう。このノーマルのヘッドもめちゃくちゃかっこいいんですけどね。はい。取り出す際はここですね。この赤いパーツの部分、これがコアの部分ですので、下から引き上げると、はい、このように外れます。で、この溝に合わせて、こちらをはめ込むと。できました。メカメカしくて、この頭部もいいですよね。続いてトライジェッターにボレットコアを乾燥してみます。これもね、最高にかっこいいですよね。頭部はこのようになっています。めちゃめちゃいい顔してますよね。こちらもこのように下から真上に引き上げると外れます。代わりに今回のボレットコアを同じく上から溝に合わせてはめ込むと。で、このジェッター用のボレットコアは先端の部分をこれ曲がりますのでしっかり収めて完成です。これもね、ボディと相まってかっこいいですね。ブルーのカラーがまた決まっていますね。頭部の形状はトライダッシャーと変えてくれてもよかった気はしますけどね。これはこれでカラーリングが決まっていていいですね。最後は冒頭にもね言ったように、僕はトライディガーを持っていないので、このダッシャーのボディにこちらをつけてみましょう。これもいい。これは全然ありですね。頭部の形状も違うし、またねこのオレンジがしっかりと決まっていてワンポイントでいいですね。これはこれでかっこいいです。このようにダイアクロンは今回のコアの部分だけに限らず、下半身上半身といろいろ組み替えて遊べるんです。だから時間を忘れてずっと遊んじゃうんですよね。なので集めれば集めるだけ遊びの幅がどんどん広がる、もう最高のおもちゃなんですが、こちらも大変深い沼でございます。
というわけでいかがでしたでしょうか。今回ご紹介しましたこちら、ダイアクロン DA53 トライバースボレットコアセット。今回はこちらのボレットコアを中心にダイアクロンそのものをいくつかご紹介させていただきました。いや、このねダイアクロンっていうのは日本のおもちゃメーカーの筆頭であるタカラトミーさんの技術が総集めされた本当に最高級の変形玩具だと思います。なのでこの細かいね変形などをしますから、まさにね大人が時間を忘れて遊ぶおもちゃって感じはありますので、ぜひねご興味ある方はね手に取ってみてはいかがでしょうか。本当に深い沼にはまってしまっても僕は責任取れませんけどね。今回もご視聴どうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。